キャンプファイヤーへいらっしゃいませ。おや、久しぶりだな、お兄さん。久しぶりを強調しなくてもいいんじゃないか。事実を述べただけだ。経験上、5日以内に裁縫がない客はもう来ない。ただ、君は例外だ。今日は何を飲む？そうだな、サールブルーを頼む。君はフルーティーなソフトドリンクが好きなんだな。普段の仕事ではあまり酒に関わることがないんだ。なんだ、素晴らしき休暇が終わるのか。ああ、あさっての帰りのチケットを取ってある。当てられてしまうとはな。いや、この表情は何度も見たことがある。リュウダが日曜日にここへ来るといつも似たような顔をしている。で、ボロトネイでの休暇は有意義だったか？ああ、まずかな。俺は好きだけど。さっきの言葉を地元の人が聞いたらがっかりしたと解釈されるだろうな。そういう意味で言ったんじゃない。人だらけの観光スポットの動画を見すぎて、ここみたいに静かな場所が心からいいと思ってるんだ。それに店長が勧めてくれた缶詰博物館も面白かった。そうだろう。缶詰博物館は素晴らしい。この企画が持ち上がった時、ほとんどの人は将来負の遺産になると思った。実際にできてみると意外にもちゃんとした場所になった。缶詰博物館という名前だが、缶詰の名を借りて歴史を記録する博物館と言った方がいい。このようなアイデアがもっと出れば、ボロトネイが人気旅行先になるチャンスもある。そうだな。そういや店長、そんなに長くシェイクする必要があるのか？危なかった。危うく全部無駄になるところだった。知らせてくれてありがとう。飲んでみてまずかったら代金は払わなくていい。そこまでではないと思うが。俺の勘違いかもしれないが、何かあったのか店長？私は何が起きたか誰もが聞きたくなるような顔をしているか？そんなに大げさなもんじゃない。ただ微妙に集中力がない感じに見えるんだよな。それに目にうっすらクマができてる。昨日はよく眠れなかったのか？クマだって？これか。前からあったんだが、前はメイクで隠していたんだ。今日は忙しくて忘れていた。大したことじゃないから気にしないでほしい。そういえばお兄さんはアイギスの現役ナビゲーターだったか。聞いておきたいんだが、今の気分は？俺は休暇の終わりに仕事のことを語るのは別に嫌じゃないけど、それは店長が聞きたい内容によるかな。安心してくれ。その辺はわきまえている。アイギスの秘密保持契約に抵触するようなことではない。おそらくな。おそらくは余計だな店長。分かったよ。この店の今後5年間の売り上げにかけて保証する。それで君は現役だ。つまりすでにナビゲーターとして戦場に立ったことがあるんだな。そうだけど、それが何か？奇妙な聞き方かもしれないが、他にいい方法が思いつかないんだ。君が集団全体の行動に責任を負うべき立場にいて、同時に2つのチームが助けを求めているとする。一つは遠くにいて人数が多く、君にもどうすれば助けられるのかわからない。もう一つはすぐそばにいるがわずかな人数しかいない。この2つのうちどちらを先に助ける？
こんな考え方に陥らない方がいいと思うけどな。自分以外のために行動する立場に置かれたとしても、結局俺たちの行動が影響する範囲は決まっている。大人数を救うことと少人数を救うことは後の結果から見た結論だ。実際に事件の渦中にいる者にとってはっきりしてるのは目の前のやるべきことだけだ。とはいえ少なくとも俺は目の前で助けを求める人を助けるという考えが間違っているとは思わない。天秤の両側に置いて比較するべきじゃないってだけだ。恐れ入ったな、ナビゲーターのお兄さん。褒めたって何も出ないぞ。何かを望んでいるわけじゃない。ただ知り合いが前に似たようなことを言っていただけだ。すまなかったな、変なことを聞いて。あっちで材料の整理をしてくるから、何かあったら呼んでくれ。こんばんは。キャンプファイヤーにいらっしゃ。今のは何の音だ？ナビゲーター、今のうちに早く逃げるんだ。すまん。ゴルカ、大丈夫か？今のとこは。あと少し持ちこたえてくれ。私はナビゲーターを連れ出す。そしたら2人いたよ、店長。さっき私を襲撃したのは少なくとも2人だった。表に回るんだ。早く。どうしてバーにこんな設計がされてるんだ？この店の前の持ち主が残していったんだ。当時は銃器店だったようだ。だから、いや、今それはどうでもいい。車が前にあるから早く乗るんだ。一日中エンジンかけっぱなしなの？ガソリンも満タンにしておいた。以前はよく準備が良すぎて疑い深さを感じると言われた。だがこんな風に役に立つこともある。巻き込んでしまってすまない、ナビゲーター。この辺りは危険すぎる。空港かどこかの近くまで乗せていくから、そこで降りるといい。いや、あいつらが追ってきている。結構な速度だから止まってる暇はないはずだ。全速力で進もう。店長たちが逃げたいと思う場所がどこであれついていく。俺にとってこれはもう目の前の出来事なんだ。言われたことがあるか。君は自分でやるべきことを見つけるのが好きなんだろ？ああ、そういうやつは多いだろうな。